こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。メンバーシップ動画も更新しましたので、まだ見てない方はそちらも見てみてください。ビットコインの価格は現在104,400ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、米住宅着工件数、米鉱工業生産指数、対米証券投資、小売などがありました。他では日銀の利上げ示唆報道などもありましたね。米住宅着工件数、米鉱工業生産指数は予想以上の結果となってまして、日銀の1月中の利上げ報道はですね、市場はやや懐疑的になっているのかなと思います。米金利、米ドル、米株は上向きとなってまして、ドル円は156円台、ビットコインは10万ドルの攻防を上抜けした展開となっています。個別株の方では、マラホールディングスがトランプ氏のブロックアウトをビットコインチェーン上に刻んで保存したことが話題になっています。マラの株価はデイリーでプラス 8.80% と、仮想通貨関連銘柄は軒並み上昇してますけども、その中でも比較的強くなってます。その他の動きでは、コインベースプライムとウィンターミュートの OTC 取引が増加しているということと、あとは米上場マイニング企業のビットコインの保有量が未だ増加傾向で、10万 BTC に近づいていることなどが注目されています。ただこういった明るい話題の一方でですね、コインベースのビットコインプレミア指数が若干下がっているのも観測されてまして、先日まではコインベースの方で市場価格よりも高い価格で取引されてたんで、米国からの需要が増していると見られてたんですけども、現在では若干安値で取引されていると、過熱感が収まっていると見られてますね。また米国の昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス 5.9 億ドルの流入となっています。これで週間ではプラス14億ドル以上の流入にはなりそうですね。香港はプラス 4.98BTC と若干の流入となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 6.7%、額としては672億ドル相当、比率として全体ではロングが 55.7%、バイナンスミはショートが 57.4% と上売りになっています。今後の指標としては1月20日が米市場の休場日、1月21日に米大統領就任式、雇用統計、ユーロ、ドイツの景況感指数、1月22日にマレーシアの政策金利などが控えております。他各所の見解ではですね、トランプの大統領令で仮想通貨が優先的な国家政策になるだろうとか、あとは中国、欧州も米国に続いてビットコインを準備金にする可能性があるとか、あとは VC 市場は今年も厳しいんじゃないかというですね、ブルームバーグ、ウィンターミュート、ギャラクシーデジタルらの見解が注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想では米小売も通過して、昨日の時点で10万ドル維持してるんで、単純に大統領就任式までは強くなるんじゃないかということで、1月18日 AM6 時点のビットコインは昨日の10万890ドルよりも上という予想でした。結果としてはアジア時間にもう上向きになりまして、その後米各指標が予想以上の結果、米市場解除後も米株が上昇しまして、ビットコインも続伸、そして判定時刻の1月18日 AM6 時点のビットコインは10万4692ドルということで、昨日の10万890ドルよりも上なんであたりです。で、次は本日は土曜なんで、20日も米市場休場ということで、通常であれば次の米市場平常日22日の AM6 時点の予想なんですけど、今回は21日にトランプ大統領の就任式があるんで、その前後の予想もしようかなと思います。なので予定としては、今日は20日の AM6 時点の予想をして、20日の日に21日の AM6 時点の予想をしようかなと思います。ではまず20日の AM6 時点の予想ですね。ここで10万ドル突破の展開になると、あとは就任式前に調整に入るのか、就任式後に調整に入るのかというところですけど、個人的には去年12月の AT 値をまだ超えてないっていうのが気になるんですね。OI もしぼんでないですし、ショートの生産と騙し上げ含めてですね、最低限ここは超えてきそうな気がするんで、上がってからの調整があったとしても、20日時点では今の水準よりも上に行ってると思うんで、上にします。なので、現時点の展開予想としては、20日までは上で、21日以降は結局事実売りが勝って調整という感じですかね。数日前までは事実売りがないんじゃないかっていう見解もちらほら出てましたけど、この水準まで上がると事実売りは普通にありそうだなと思ったんで、ストレートにセオリー通りの予想にしました。なので1月20日 AM6 時点のビットコインは現在の10万4481ドルよりも上、ここで連勝を狙います。重要指標はないですけど、1月20日の米市場休場日のニューヨークタイム中にどういう動きになるのか注目ですね。
あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3470ドル、BTC 建ては 0.033 先物の方では OI は全体でプラス 5.4%、額としては305億ドル相当、比率とした全体ではショートが 50.6%、バイナンスミアロングが 78.4% と若干下寄りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でプラス 0.16 億ドルと若干の流入、香港はゼロとなっています。イーサ関連の話題では、イーサの開発陣がベクトルアップグレードは3月完了を目指すと発言したことなどが話題になっています。ETF、OI はビットコインとほぼ同じ動きになってますけども、BTC 建ては順調に底値を割り続けています。市場の流れを見ると、ベクトルアップグレードとか ETF の方で動きがあったとしても、現状を打開するには難しいぐらいの状況になってきてしまっているのかなと思います。やっぱり時代は流れてますね。ここからイーサの逆転はあるのか注目ですね。あとその他の動向では、イーロン・マスク氏とともに政府効率化省の責任者に任命されているラマスワミ氏がオハイオ州の州知事選に立候補予定であるという報道が出ています。先日から各州でビットコイン準備金法案が提出されているのが話題になってますけども、ラマスワミ氏が当選となるとですね、さらにビットコインを推進する動きが強まりそうですね。あと他では上院議員のクルーズ氏が IRS の暗号資産税制を改正する法案を提出予定とされています。この IRS の暗号資産税制はですね、昨年12月に DeFi に対してユーザーの取引履歴を報告する義務を課したものになってまして、仮想通貨業界から反対の声が上がってました。で、今回それ改正するためにクルーズ氏が動くと見られています。先日から仮想通貨業界に不利になる既存の法に対してですね、トランプ J が動いているのが注目されてますけども、こちらも同じような動きになってますね。あと他ではクリプト .com が欧州の MICA ライセンス取得、DCG が債務不履行の件で SEC と和解、3800万ドルの支払いに同意したことなどが話題になっています。あとアルト関連では連日取り上げてますけども XRP の話題が多いですね。コインベースの方で取引量が一時的にビットコインを上回ったことが注目されています。これまで韓国の方でビットコインを上回ったとか、取り上げてきましたけど、米国のコインベースの方で取引量が1位となるとまた規模が違いますよね。ただ今現在はまた落ち着いています。またデリバティブ市場の方でも先物 OI が AT 値を更新して、未だ高水準となってますし、あとはオプションの取引量 OI も増えているということで注目されています。全体では5ドルのコールが多くなってますけども、近々の1月19日満期では3ドル以下のプッツが多い印象ですね。やっぱりこちらも就任式前後がターニングポイントになっているように見えます。こちらも20日から21日にかけてですね、どのように動くのか注目ですね。あと他ではトランプ系ミームがまた高騰しています。こちらも就任式に向けてまた盛り返しているようですね。選挙中はバイデン、ハリス、ミームも上がってましたけども、今ではトランプのみが上がっています。この非公式ミームがどこまで上がるのかも注目です。あとその他資金調達、リリース関連ではオープンソースプロトコルのメリットシステムズが1000万ドル調達、トンの DeFi、EVAA が250万ドル調達、オビタファイナンスがエアドロトークンのミックスを発表、ソーソーバリューがトークンリリース、エアドロの割合を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。